キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。はい、皆さんこんにちは。前回はですね、なかなか雨ばっかりで外の作業進まなかったんですけど、やっとエアコンのベントのカバーですね、取り付けることができました。雨ばっかりでね、外ではね作業できずにブチ切れてましたけど、サブバッテリーシステムのね部品の方が続々と届いてまして、ほっとくわけにもねいかないので、動作試験を兼ねてねいろいろ実験してたんですね。でその辺をねちょっと紹介したいなと思うんですけど、実は車のね上につけたソーラーパネルなんですけども、そこからもうこれ充電してましてね、作業でノコギリとかいろいろ電動工具使うんですけど、バスの中のねエアコンとかね全部もうここにつながってます。線引っ張ってきてねソーラーで充電して、でここで起きた電気を使って作業の方していろいろ実験を繰り返してるんですけどね、これが今度積もうと思ってるサブバッテリーシステムの一部です。でここに、今あるもの以外にもね、走行充電器ですとかそういったものも接続されるので、もうちょっといろいろものはつくんですけどね、こんな感じでやっておりました。雨の中ね、雨の中じゃないですね、雨降りの日に室内でこういうのをねやっておりました。今までねちょっと紹介したことなかったんですけど、実はこういうの得意なんですね。メインの仕事が一応電気関係の中でもね、電子って言われる分野ですね。通信とかですね、防犯防災とかそんな関係やってるんで、いろいろ触ることあるんでね、あと電気工事士の免許も一応持ってますし、工事担任者とか通信士とかね、消防設備士とか、そんな資格も一応揃ってます。そんな関係のね仕事ですね。セキュリティとか防犯カメラ、それから放送設備とか火災報知器とかですね、機械制御とか LAN 関係、そんな関係ですねやってるんで、こういうの得意なんでね、ちょっと今回は、究極のサブバッテリーシステムを組もうじゃないかということでね考えました。バッテリーの方がね届きました。意外に早かったですね。2ヶ月ぐらいかかるっていう表示出たんですけど、1週間ぐらいで届きましたね。船便じゃないんですかね。航空便にこれ載せれないですよね。日本に在庫があったんでしょうか。すごく早かったんで驚きました。BMS とかね、インバーターとか充電器とかね、その辺まだ用意してないのにバッテリーがね早く届いちゃいました。とりあえずバッテリーのチェックだけしていきたいと思います。今回大容量のバッテリーシステムを組むんで、生セルを組み合わせて作ることにしたんですね。生セルでバッテリーを組み立てると安価で大容量のバッテリーを作ることができるんでね。ただね、バッテリーの購入先がねアリエクスプレスなので、それが不安だとおっしゃる方もたくさんいるかと思います。この業者大丈夫なんかなということで結構僕も調べました。幸いね1週間ほどですぐに届けてくれたんでね、この業者は安心できる業者じゃないかなと思いますんで、生セルからねバッテリーシステムを組んでやろうと思う方はね、概要欄の方にリンク貼っておきますんでね、ぜひチェックしてみてください。バッテリーチェックの方はね、電圧ぐらいしかちょっと測れないので、電圧全部測ってみたんですけども、だいたいバランス取れてました。 3.32V だったかな、 3.36V だったかな。はい、それぐらいで全部揃っておりました。BMS が届いたんでテストだけしたいと思います。これですね、 BMS 配線の方を作っていこうと思います。
はい、これでとりあえず EMS につなぐケーブルはできましたやけど、ここからバッテリーにつなぐ線ですね。150ワンなんで38の KIV あったかな。 BMS は端子が2個ついてるし、15スケというわけのわからん電線があったんで、これを2本使うことにしました。これは端子を取ってこなないやん。よいしょ。15スケとか言って意味わからん電線。8ミリ8ミリ。ちょうどええのがないんちゃうの。これぐらいちゃうの。5か。これ何ミリ？5ミリかな。5ミリやね。よかったよかった。14の5でなんとか入るか。こっち、こっちが14か。これやね。これは8でした。14のパンツあったかな。OK、 圧着ペンチ取ってきました。バッテリーにつながる方は8ミリ。よいしょ。38の8、38の 8S。 これでいいか。これで合うんじゃねえかな。いけるかな。ちょっと緩い？大丈夫かな。もうちょっと向いた方が良さそうやね。38のパンツ、38のパンツがないですね。22までしかなかった。残念。また後でこっちから突っ込んだら入るかな。あれ、カメラがどこ向いてんねん。さあ、38のパンツがなかったんでしょうがない。また後で作り直しするときに入れましょうかね。ではい、しっかり止まりました。あった38のパンツあった。こっちから入らんか。はい、入りました。ここもなんか端子が分かれとうから一応あれですかね、線作ってつないだ方が良さそうな感じですね。
なんか仮の線をこれでええかな。8スケ。はい、そしたらねバッテリーの方につないでこいつが正常に働くかどうかね試してみたいと思います。 BMS つないでみたいと思います。はい、 BMS つきました。そしたらね Bluetooth ユニットを接続します。はい、 BMS モニターのね電源をつなぎます。今回は仮付けなんでねバッテリーに直接つないでおきます。はい、そしたら BMS のねコネクターの方挿していきましょうかね。はい、これで BMS の方がバッテリーセルにつながりました。はい、モニターの方はつくかなこれ。あ、電源は入りました。お、表示出ましたね。あ、大丈夫そうですね。あ、セルの電圧も見ることができます。はい、これも OK ですね。あとはスマホ。はい、つながりました。52.46V。これは一個一個の電圧とかどなしてみるのかな。よくわかんねえ。まあとりあえず OK ですわ。でね、まだ充電器とかねその辺が届いてないんで、とりあえず BMS のテストをということでつなぎました。見えてる？マイナスプラス 52.3V。BMS のこっち側とこっち側で 52.3V。 OK やね。はい、とりあえず BMS OK です。はい、うちに届いた BMS は正常なものでした。よかったです。アリエクなんでね、ちゃんとね来たらすぐチェックしないと。これね先日からいろいろテストしてるんですけど、 BMS のねこれ一つ付け加えたものがあります。ここにこれバランサーという装置なんですけど、 BMS の機能としてね、そのバッテリーのバランス、電圧バランスを取る機能っていうのがあるんですけど、かなりしょぼいんですよね。でこういった大容量のバッテリーでこの BMS 使う場合にですね、バランスが取れるのに時間がかかっちゃうんですね。それでその充電とか放電とかの電流に対してそのバランスを取る能力が結構低いので、バランスが崩れてきちゃうんですよ。でしばらく放っておくとバランスは自然に取れてくるんですが、あまりにも時間がかかるんでずっと充電していって満タンになって BMS がもう電池がいっぱいだということでカットするときに一番電圧の高いバッテリーの値でそれが最高電圧に達すると充電をカットしてしまうということで、バランスが崩れてるところに充電すると全部がフルに 100% にならないんですよ。
で使う時もその逆で一番低い電圧のバッテリー電圧を拾ってカットするので最後まで使い切れないと。それじゃあなかなかねその 100% バッテリーの能力を活かせないので、もうちょっと早くバッテリーのバランスを取る必要があるんですね。それでバランサーっていうものを BMS にプラスして付け加えることにしました。でつなぎ方としてはですね BMS の配線と同じように、セル間全部配線がいくように BMS とパラにつなぐ形になるんでね、割愛しますけど、はいそんな感じです。だからこのバスバーのところに BMS に行くやつとバランサーの方に行くやつとね2本ずつつながることになります。でこのバランサーをつけてからねかなり早い時間でそのバッテリーのバランスが取れるので、充電してもね放電してもかなりバランス取れてバッテリー電圧が揃っております。 100% ね充電できるようになったし、結構最後の方まで使い切れるようにはなりました。これね BMS 自分で組まれる場合はバランサーっていうのもね一緒に購入してね最初から組まれる方がいいんじゃないかと思います。はい、それでねこのバッテリーなんですけど、実は 48V でサブバッテリーシステムを組んでます。なんで 48V やねんと思うかもしれませんけどね、いろいろ考えるとねこの電圧すごくいいんですよ。ちょっとね 48V にした理由も説明しときましょうかね。今回キャンピングカーに載せようと思っているサブバッテリーシステムのコンセプトは、エアコンの効いた中で調理をすると、電力のことを考えずに調理ができるというのをコンセプトに考えたんですね。でまずエアコンってだいたいエアコン 1000W ぐらい、キャンピングカーにつけるエアコンといえばこんなもんじゃないかなと。エアコン効いた中で調理をするわけですよ。何しましょう。ハンバーグ定食作りましょうか。ハンバーグ定食ね、何いります？米炊きましょう。ライスクッカー、米だいたい 1000W ぐらいですか。ハンバーグ焼きますよね。電子レンジにオーブンついてるやつ、あれで焼きましょうか。はい。マイクロウェーブ、その中で 1500W ぐらいですか、オーブン使ったらね。あと付け合わせ作るのに IH 使いますね。 1500W ぐらい。家だったらこれ全部同時にしますよね。でも前のハイエースの電力 2000W だったんですよ、最大でね。そしたらもう一つずつ切り替えないとできないんで、エアコンの効いた中で調理するのは不可能だったんですね。エアコンついてなかったんですけどね。車のエアコンはついてましたよ。エンジン止めてて使えるエアコンね。そうするとこれ全部合わせると 5000W いるじゃないですか。同時にね全部ピークがね合わさるっていうことはめったにないとは思いますけど、何も考えずにねエアコンの効いた中で普通に調理しようと思ったらこれぐらいの電力いるわけですよ。そしたらこれだけのインバーター動かそうと思ったら 12V だったら電流何本流れます？400A ぐらいですか。400A 流れる線ってどんだけの線いります？太い線いりますよ、結構ね。でバッテリーの端子こっちに熱持ちますよね。 BMS400A の MOSFET とかダーって並んでるようなね、すごい BMS 必要ですよね。いろいろ考えると 400A 電池からですよ。400A 取るって結構無理があるじゃないですか。でね今回
バスもともとの電源が 24V だったんで 24V 何ボルトのサブバッテリーシステムを組むかすごく悩んだんですけど、もう電気ね、大きい電気使う機器キャンピングカーの中でね、全部これ 100V でしょ。あと 12V とかで使うものってね、 12V で使うものって照明ランプぐらいのもんですわ。あとファンとかね、ランプとファンそんな電気食いませんよね。もうあんまり 12V のことを考えなくてええんちゃうかなと思ってね。で考えたのが 24V ではなくて 48V のサブバッテリーシステムを組もうと思ったんですよ。これもねいろいろ調べたんです。24V で組む場合 48V で組む場合で、またね 96V とか、まあいろいろこの間にも 60V とかね、いろいろシステムは組もうと思ったら組めるんですけど、一番組みやすいのが 48V だったんですね。結構機材が揃ってるんですよ 48V で、まあこれでね今回組むことにしました。で 48V だったら電流 12V のサブバッテリーシステムの4分の1ですから最大で 100A ですよね。 5000W いったとしてもね、比較的ソーラーの充電器も使いやすいのがいっぱいあると。で走行充電も 12V とか 24V のメインバッテリーから充電するのにいろいろ機材が結構揃ってるということでね、でいろいろ調べた結果 48V に落ち着きました。で 48V だったらねまあ最大 100A で考えると BMS もそんな高いね BMS いらないですし、配線もすごい細くて済みますよね。 100A だったら何個ですか、22スケそしたら配線もね今銅めちゃめちゃ高いですから、太い線使うとメーターで何千円もかかりますけど22スケぐらいだったらねまだ知れてますからね、そんなんで済むということでね、それでねいろいろ実験を重ねてきました。今のところね走行充電も、インプット 24V とかね 12V で 48V のサブバッテリー充電するのに結構なね電力充電することができましたんで、まあいいんじゃないかなと思っております。というわけでね 48V のサブバッテリーシステムを組むことにしました。このサブバッテリーシステム積み込んだらねエアコンの効いた中でハンバーグ定食ね作れるわけですよ。エアコンをかけた中でご飯を炊きながらハンバーグをオーブンで焼きながら付け合わせね、IH2 口とかやったらスープも一緒にね温めたりできますよね。まあこれだけ全部ピークでいっても 5000W で 5000W フルに使ったとしても、電流は 100Aなんで約ですよ 100A なんで、まあそんなにね電線も太いのがいらないと、バッテリーのね端子が熱くなってね、端子カバーとかよくキャンピングカーでありますよね。バッテリーの端子カバー溶けちゃうとかね、まあそういうことがすごく起こりにくいだろうということですね。300A のバッテリーだったらだいたい 300A 出せる設計にはなってますけど、そこから 300A 出すと結構端子とかね熱持ちますからね、その辺ちょっとね気ぃつけないとね燃えたりしたら大変ですから、
はい。まあそんなこともねいろいろ加味してね考えました。これでね夢のようなサブバッテリーシステムができるんじゃないかと思います。このシステムね車に組み込むときに一つずつまた詳しく説明していきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録してみてください。参考にしていただけたらね幸いです。旅、車中泊、キャンプ、登山の動画はアウトドアアクティビティのチャンネルにアップしています。ぜひこちらのチャンネルも見てくださいね。チャンネル登録も忘れずにお願いいたします。